チェ、今日はなんか目の前の景色が妙にリアルだな。しゅうちゃんとここでちゃんと会うのは私たちの初めて記念日以来だね。何言ってんだおめえ。ごめんなさい。でもさ、なんもない街だけどやっぱこの展望台だけは最高だよな。内地にはこんな場所ないべや。しゅうちゃん、内地なんてもうとっくに。ごめんね、なんでもない。というわけで今回は私、知世役折笠文子と修二役下田四郎でアニメ版最終兵器彼女、見どころをご紹介します。高橋真原作の大人気コミックをアニメ化したこの星で一番最後のラブストーリー最終兵器彼女。今回この DVD 版ボリューム1では知世と修二を演じた主演の2人が今後の見どころを語ってくれます。皆さんこんにちは。最終兵器彼女第1話いかがでしたか？これって1話しか入ってないの？そうなんですよ。ボリューム2からは毎月全部でボリューム5まで出るんですけど、3話ずつの収録になって全13話で完結という形になるんですよ。はあ、じらすな。いやでもこの DVD で初めてこう1話を見た人って、これからがすごく気になってると思うんですけども、まずじゃあどうですか、役をもらった時、オーディションも含めてからの感想などをまず。原作を読み始めたちょうど時期ぐらいだったんですけど、これはすごいぞすごいぞこれは自分が携わらなくても見たいぞってすごく思えるアニメだったんですけど、でちょうどオーディションに受かりましたよっていう連絡をもらったのが誕生日の次の日だったんですよ。あら、キャー、神様ありがとう誕生日プレゼントってそんな感じでした。はい、どうでした？いや僕もねオーディションはね、そうね、受かるなんて変な話思ってないし、でも受かったって聞いた時は嬉しいけど、うわこれやるんだっていうそのプレッシャーもあって結構こう気持ちがねごちゃ混ぜになってね。修二について、こうやってやろうとか、こうしたいなみたいなことってありました？修二はね、本当口は悪いしっていうのがすごくあって、でもなんかよく読んでみると、なんか別に冷たいやつではない、本当に冷たいやつではないし、なんかすごく自分はこうありたいっていうものを持ってるし、中で熱いものを持ってるし、だからそれがうまく表現できればなっていうのと、あとね、その知世との関係もあるし、そんな中で知世の思いっていうのはね、どう受け止めるんだろうみたいな、ありましたよ。森川さん。私は結構しっかり者の役が多かったので、そのドジな子の普通の女の子の可愛らしさみたいな部分をこう柔らかく、なんか石鹸の香りがしてくるような雰囲気っていうんですかね、そういうのを目指して頑張ろうって。石鹸の香り石鹸の香り、香水の香りがする大人の女としては石鹸の香りの高校生と。香りの高校生、純粋な、なんか。なるほど。そんな心づもりで頑張りました。最終兵器彼女の舞台設定は北海道ということは当然セリフは北海道弁。2人も相当苦しんだとか。下田さんは初めてのアフレコっていうことだったんですけど、セリフがあって口に合わせるっていう作業って、私も今でも
時々難しいって思うことがたくさんあるんですけど、それプラス北海道弁があったじゃないですか。どうでした？その芝居の流れの中で出てくるかなっていうのは、それは非常に気をつけましたね。私はもう口癖の「ごめんね」っていう言葉が「ごめんね」っていうもう北海道弁から始まって、すごいみんな練習してたじゃないですか。自分のセリフじゃないけど、ここでこうなまるんだと思って、他の役者さんたちとかが練習してたりとかして、そこはなんか議論になってたよね。みんなすごいなんか練習してましたよね。でも北海道弁があったからこう素朴な2人の雰囲気みたいなのが表せている表せたんじゃないかなと思いますね。ごめんなさい、しゅうちゃん。私こんな体になっちゃった。1話は知世が平気だ、平気になっちゃったっていうところで終わっちゃうんですけど、これを見た人は2話以降ね、見てない人もいっぱいいると思うんで、じゃあちょっとだけ2話以降の見どころっていうものを紹介しちゃいますか。じゃあまず出演者、2話目以降から出てくる、はい。まず鉄ミキさん。鉄はどうですか？そう、ミキさん含めて。鉄は、大人の人大人の男性だなっていう原作を読んだ時にもすごく感じて、かっこいいなって思ったんですけど、また泣いてんのか？久しぶり。自分の部下が第4話から登場する鉄。戦場においてただ一人本来の知性を取り戻させることのできる人間。知性と鉄の関係がどうなっていくかも今後の見どころですよ。旦那さんにも悪いじゃないですか。鉄の方が悪いんだわ。そしてもう一人重要な役割を果たすのがこの人。大人のお色気ムンムンで修二を誘惑する冬美。冬美は修二の初恋の女性であり鉄の妻でもあります。修二、冬美先輩どうですか？先輩はね、なんかやっぱり同級生じゃないその大人の女性だったらこう甘え、なんだろうな、自分をさらけ出しちゃう部分もなんかあるんじゃないかなみたいな、冬美にはっていう部分もありつつ、伊藤さんの声の雰囲気がすごく色っぽくて、もう隣に聞いてるだけでね、こうなんかこの辺からゾワ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 みたいなね。私らいけないことしたね。先輩。ごめんね。川原さん、川原さん、謎の男、川原さん、イーさん。まあ川原さんはね、修二から見りゃ敵っていうか、やっぱり知性に対してお前はそんなになっちゃったのはそいつのせいなんだろうっていうとことかもあったし、キャラクターたちの中でひときわ異彩を放っているのが謎の軍関係者川原。兵器知性の秘密を握るキーパーソンです。私が指示した通りにしなかったんかい？仕方なかったんです。すごい典型的な日本人のおじさんっていう感じがするんですよね。なんかいけないって分かってて、知性がかわいそうだってことも分かってるけど、その口癖の仕方なかったんですっていうノーと言えない日本人みたいな。お前のためだって。このアニメ版「最終兵器彼女」では明美、淳をはじめ知性と修二の同級生たちもストーリーにおいて大きな役割を担っています。私やっぱり一番知性として仲良しだったのは明美じゃないですか。
で実際スタジオに毎週来ていて、明美役の杉本さんととっても仲良しになってすごく嬉しかったんですよ。本当に実は昨日もすごい長電話しちゃったんですけど、なんか本当に明美みたいな人なんですよね。知世が明美に修二との恋はもう諦めるよって泣きながら言ってて、なんか私も恋愛だけじゃなくて結構いろんな相談とかを杉本さんにしてたんで、恋愛だけじゃなくてってことは恋愛もしてたってことだね。いやそれは、まあいいや。突っ込まないでください。すいません。しゅうちゃんを好きって気持ち全然消えてくれない。で俺も杉本さんとはね、なんかね、別に意識してるわけじゃないけど言い合いはしてないにしても、なんかわーわー言ってたような気がする。明美と修二になってますよね。そうね。淳役の白鳥さんともそうね、僕も仲良くなれたし、結構なんかキャラクターにやっぱり近い人がそうね。その役にキャスティングされて、そうだね。たんでしょうね全体的にね、そんな気がしますね。元から似ていたのか、それとも演じているうちになりきってしまったのか、声優陣もサイカノの魅力にどっぷりハマってしまったみたいですね。2話以降は各出演者のハマり具合にも注目。では下田さんにとって最終兵器彼女とは？そうね、なんかすごくやっぱり初めてっていうこともあってすごくいい経験させてもらったし、こんなにいい役でね、だからすごく代表作になると思うし、なんかこれを糧に頑張っていきたいなと思うし、まあ最終兵器が本当にいい作品に恵まれてよかったなって思ってます。ではオリカスさんにとって最終兵器彼女とは？はい、作品の内容的にはやっぱり純粋な2人のラブストーリーなんで、週に1回アフレコをしていると、すごい自分も純粋に立ち返れるような作品だったなってすごく思いました。はい、はい、まあね、思い出せばいろいろあるんですが、はい、まああとは直接ね作品を見ていただくのが一番でしょう。ね、今後続々と DVD が出てくるんですけれども、映像特典としてまたいろんな方のいろんな最終兵器彼女のお話がたくさん聞けると思います。見どころたくさんご紹介してもらえると思いますので、そちらもぜひ見てください。はい、それでは最終兵器彼女ボリューム2もどうぞどうぞお楽しみに。